こんにちは、ミッキーです。先日ご紹介しましたベトナムダナンの注目スポット8選に引き続きまして、今回はダナン及びホイアンで楽しめますベトナムグルメをご紹介します。今回の旅ではバインミーやフォーなどのド定番グルメはもちろんのこと、ミークアン、コムガーなどのソウルフードを含め一通り試してみましたので、今後旅に行かれる際の参考としていただければと思います。今回紹介するメニューにつきましては、いずれもベトナムドンでの価格表示に加えまして、2022年8月1日現在の日本円換算した価格も載せていますので、費用感も含めまして確認いただけるかと思います。どの料理もリーズナブルなんだけどめちゃくちゃ美味しくて満足感たっぷりになるかと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。今回の旅のタイミングでは、今就航しています羽田・ダナン間の直行便が運休になっていました都合、ホーチミンでの乗り継ぎを経てダナンに向かいました。その途中で訪れましたのが、こちらホーチミン空港にありましたスターカフェでございます。ダナンの空港にもあるカフェなんですけれども、主に空港内で展開されているチェーンなのかなといったところでございます。そのため少しだけお値段は高めなんですけれども、とはいっても比較的リーズナブルでありまして、ここでの値段を抑えておくことで、ダナン到着後のお店のお手頃感をより感じることができるかと思いますので、ぜひ確認していただいて、この先のお店を見ていただければと思います。こちらのバインミーもおよそ500円未満の値段になっていました。続いてご紹介しますのは、ダナンに場所を移しまして、ソイガーと呼ばれるトリオコアで有名なバービーさんでございます。こちら取り出して炊いたコアはめちゃくちゃジューシーになっていまして、食べやすい優しい味になっています。日本でいうところの炊き込みご飯みたいなイメージでございまして、ジャンクフードというよりは家庭料理感があってリピートしたくなるような美味しい味わいを感じることができます。注文時には小サイズ、大サイズで聞かれるんですけども、後で映像でご紹介します通り、小サイズで結構十分になっていますので、ぜひ参考にしていただければと思います。もちろん大サイズを頼んでいただいてもいいかと思うんですけども、特に朝ごはんの場合には小サイズでいただいて、ランチでたっぷり他のご飯をいただくというのがおすすめかなと思っています。こういった形で3万ベトナムドン、つまり172円程度でこちらの料理をいただくことができますので、めちゃくちゃコスパがいいですよね。ちなみに今映している映像はトッピングはなしなんですけれども、ダナン流では豆板醤で味付けをしていただくというのがおすすめなトッピングだということでございますので、トッピングをしていただいていただくととてもいいかなと思います。こちらの鶏ガラのスープもめちゃくちゃ美味しかったです。続いてはこちらミークアンダナンというところでございます。お店の雰囲気も今風かつ清潔感があるおすすめなお店になっていまして、子供たちが切り盛りしているのがめちゃくちゃほっこりするような店内の空間になっています。お店の看板でもダナンのローカルフードとしてご紹介されているこちらのミークアンなんですけども、ダナンの名物料理でございまして、エビや豚肉とだし汁を絡めて食べる平麺の料理になっています。この平麺は重ねて裁断した厚みのある米麺だということでございまして、ダナン郊外の第6地方が発祥と言われています。この天井の高いおしゃれな感じはカフェっぽい空間として感じていただくことができますし、ダナンのローカルフードとかを食べる場所は結構通りに面していて、割とですね、東京でいうところの上野とか浅草の露店っぽいような雰囲気のこともありますので、落ち着いてゆったりとご飯を食べたい場合にはこちらの選択肢一つ参考にしていただければと思っています。こんな感じでパッションフルーツ含めたくさんのジュースも提供されていますので、私自身もパッションフルーツのドリンクいただいたんですけれども、こういったジュースなんかもぜひ試していただきたいなと思っています。もちろんビール等の提供もありますので、その辺もお好みのうち頼んでほしいといったところでございます。こちらのメニュー表を映しているんですけども、トップページに書かれていましたのはセットメニューになっていまして、今回いただきますようなミルクアンを単体で食べたいという場合に関しましては、中盤ほどのページにあるメニューを参考にしていただいて、お好みの味わいを選んでほしいなと思っています。こちらがこの日にいただきましたシュリンプ&ポークヌードルというものでございます。先ほどご紹介しました通り、エビと豚肉とだし汁を絡めるのが一番ベーシックだということでございますので、こちら頼んでみました。こ
このミークワンに関しましてもなんと300円かからないということで、日本でいうところの花丸うどんレベルでいただくことができるにもかかわらずボリュームもめちゃくちゃありますので、とてもおすすめかなと思います。でこちらパクチー含めた野菜盛りになっていまして、これもトッピングしていただくことができますし、こういったライムもトッピングできます。でさらにお通し的に提供していただけますこちらのライスペーパー、これもパリパリと割っていただいて、この麺に絡めて食べていただくのがダナンスタイルだということでございますので、ぜひそのあたりもお好みに応じて自分なりの味わいを再現してみてください。こちらパッションフルーツのジュースになってたんですけども、ジュースもめちゃくちゃ美味しかったですね。特にベトナム8月までの寒気に関しましてはめちゃくちゃやっぱり暑いので、こういったジュースもそうですし、あとはビールとかもとてもおすすめかなと思っています。続いてもローカルフードをご紹介していきます。こちらコムガアーハイというお店でございまして、ダナンでコムガーといえば必ず名前が上がると言われている有名店になっています。地元の方々にも大人気だということでございまして、納得の味わいになっていました。コムガーは鶏肉を茹でるとともにお肉から出ただし汁でご飯を炊きまして、タレやターメリックで味付けをして食べるという料理になっていまして、東南アジアでは例えばタイのカオマンガイですとか、シンガポールのハイナンチキンライスですとか、あとは同じようなご飯メニューが各地にあると思うんですけども、そのベトナム版というイメージをするととても良さそうかなと思っています。こちらがこの日いただきましたコムガーハイというものでございまして、めちゃくちゃ安いですね。このチキンが乗っかってるだけでこの値段っていうのはめちゃくちゃ衝撃でございますし、このチキンも本当に美味しかったです。先ほどご紹介しましたコムガーにこのパリパリのチキンをオンしたのがこのコムガーハイというメニューになってますので、ぜひこの看板メニュー頼んでほしいです。続いては少しだけダナンから場所を移しまして、こちらホイアンのお店になっています。なんでこちらをご紹介しているかと言いますと、ベトナムで一番美味しいバインミーとの呼び声も高いのがこちらのホイアンの超有名店になっています。こんな感じで店頭でバインミーを作っている様子なんかもめちゃくちゃ見応えがありますし、このバインミーのお店は並んでる列がめちゃくちゃ長いんですね。ただですね、この並んでいるお客さんはテイクアウトの利用をしているお客さんの列なので、お店の中で食べたい方はそのまま店内に入っていただいて、お店の方にお声掛けいただきますとスムーズに入っていただくことができるかなと思います。ダナン旅行に来られた方はホイアンへ訪れる日を1日設けていただいて、その街並みを堪能するとともにこちらのバインミー味わっていただきたいなといったところでございます。ホイアンの魅力については別途動画でご紹介しますので、ぜひそのあたりも楽しみにしていただければと思います。こんな感じでバインミーの種類めちゃくちゃありまして、およそ16種類ぐらいあるということでございます。でこちらバインミーのお店ではあるんですけども、バインミー以外にもご飯系のメニューとか結構ダナンのローカルフードも楽しめるということでございますので、もしこちらのお店だけでたくさんの料理を試したいという方に関しましては、いろいろと注文していただきつつシェアしていただきつつでたくさんのメニューを楽しんでほしいなと思っています。ちなみにダナンホイアンのバインミーはベトナム中部の特徴でもあります豆板醤の味付けが魅力ということでございまして、さらにですねコリアンダー、つまりパクチーの味付けではなくミントを入れることが多いということでございました。なので冒頭でご紹介しました通り、私のようにホーチミンやハノイの味わいのバインミーを試したことがあるという方に関しましては、こちらの味付けの違いも感じていただくことができるかなと思っています。例えば私の渋谷編の動画とかでもご紹介しているようなバインミー屋さんの味わいともちょっと違うようなめちゃくちゃ美味しい味わいでしたので、ぜひ試していただきたいなと思っています。こちらラルービールとサイゴンビールも頼んでみたんですけども、こちらで頼んだビールが一番安かったかなと思っています。そしてこちらがこの日に頼みましたブレッドウィズビー3万ベトナムドンですね。約172円でいただけるのめちゃくちゃ安いです。マクドナルドのハンバーガーでもおよそ300円から400円するので、こんだけ美味しいジャンクフードを食べれるのは本当に幸せでしたね。続いて皆さんお待ちかね、フォーのお店をご紹介します。こちらはダナン大聖堂や半市場からも近いので、何かと便利な立地にあるフォー専門店かなと思っています。フォーレストランたくさんあるんですけれども、ベトナムにおいても特にハノイがあるベトナム北部が美味しいということでございます。こちらのお店も店名からわかります通り、ハノイ生まれのようでハノイの味わいをそのまま提供してくれる様子でございました。そして Google マップで検索した感じも114件の評価がついていながらも 4.7 点の高評価でございましたので、味わいは間違いないかなと思っています。
客層は私含め外国人の方々が半分ぐらいを占めているということもありまして、英語が伝わりにくいベトナムにおいても比較的言葉が通じやすいお店だなというふうに感じられました。タイガービール、先ほどご紹介しましたバインミーのお店に比べて少しだけ値段がかかってしまうんですけども、それでも安いですよね。で、こちらいただきましたフォーに関しましては、35,000ベトナムドン、約200円でいただくことができますので、めちゃくちゃ安いですよね。結構やっぱ日本の料理で例えてしまうんですけども、200円で食べられるものってもうほとんどないですよね。100円マーク2つ分ぐらいだと思いますので、こんだけヘルシーな食べ物がこの値段でいただけるというところはベトナムの魅力的な部分になるのかなと思っています。日本でもちょっとの量でいいからこういったメニュー欲しいですよね。そして最後はシーフードレストランをご紹介していきます。以前のダナン注目スポット8選の中でも最後にご紹介しましたのが、ロンバシおよびソンチャナイトマーケット近くにあるお店がこちらでございます。クレジットカードの利用も可能でございまして、英語も通じやすかったので、特に観光客の方にはお勧めしたいようなお店になっています。もともとダナンは海辺の街としても知られている都合で、こちらの動画でも最後にご紹介させていただいているぐらい、ぜひ試してほしいのがシーフードになっています。こんな感じで生けすに新鮮なままいらっしゃるのがたくさんの海鮮系でございましてですね、この辺もダイナミックでめちゃくちゃワクワクするような空間になっているのかなと思っています。ただシーフードはですね、皆さんも多分当たってしまうリスクをすごい考えるかなと思いまして、ただこちらのお店に関しましては普段私結構お腹弱いんですけれども、それでもお腹を下さなかったという実績がありますので、ぜひサンプル1としていただいて、こちらのお店を参考にしていただければと思います。こんな感じでロブスターもありますし、カニもめちゃくちゃ見応えありますよね。今回ご紹介させていただいているこちらのラオダイさんもそうなんですけれども、ダナンのシーフード店頼み方一応特徴がありますので簡単にご紹介します。まずお店に入ったらお店に一つ構えまして、シーフード選びのコンサルをサポートしてもらえればというところでございまして、その上で各種海鮮ごとに1リットルあたりの値段が決まっていますので、それを参考にしつつどのぐらいの量を注文するかというところをお店の方と相談していただければと思います。上に書かれているのがシーフードの海鮮ごとのリットルと値段になっています。例えばこちらのカニに関しましては 0.42 リットルを注文しまして約2100円ぐらいでいただくことができました。ただですね、これも1リットルあたりの値段で換算されますので、お店の方がその都度どのぐらいの量欲しいっていう風に聞かれますので、例えばこれだと 0.4 リットルぐらい欲しいっていうと、このぐらいの値段だよっていう形で、決めていただくことができます。ただその 0.4 リットルっていうのもお店の方がカニ何匹分欲しいみたいな聞き方をしてくれますので、その辺もめちゃくちゃサポート嬉しいなと思っています。レビューはこんな形で 0.3 リットル頼みました。この 0.3 リットルってイメージも湧かなかったので、そんなに多くなくてもいいよっていう風に相談させていただいて、こちらの値段で提供していただくことにしました。あとサイゴンビールとラルービールもいただいたんですけども、ビールの値段がこの値段でいただけますので、おそらく海鮮に関しましても相場価格よりもだいぶ安めに抑えていただくことができているのかなと思っています。で、このイカも結構たっぷりいただくことができまして、めちゃくちゃ美味しかったです。以上、今回は完全攻略ベトナムグルメ7選としてご紹介させていただきました。この動画を見るだけでも、ダナンで食べておきたいようなメインどころのソウルフード含めたくさんの料理をご紹介できたと思いますので、百科事典的に使っていただくのもとてもいいかなと思いますし、これだけでもですね、ダナンの旅行中にどういったところに行くかっていう目星がつけられると思いますので、ぜひ参考にしていただきたいと思っています。動画の冒頭でもご紹介させていただいてますけれども、私のチャンネルで提供しているお店の動画に関しましては、概要欄に Google マップを載せていますので、ぜひそちらリンククリックしていただいて、そのメモごと保存していただくことで、皆さんの Google マップにもその情報が載るかと思いますので、ぜひそちらご活用いただいた上で旅に使っていただければなと思っています。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。次回の動画も楽しみにしてください。